航空母艦赤城はハワイ作戦など初戦の快進撃に貢献した南雲機動部隊の旗艦として知られていますが、2023年9月に国際研究チームによって海底調査が行われたことで、その詳しい艦容の一部が明らかとなりましたので、内容を最新の 3DCG で反映してまとめていきます。なお、著作権などの都合上画像の引用のみとなりますので、海底の赤城の状態を確認したい方は概要欄から参照ください。最初の画像は赤城の艦首部分、艦首怒り甲板に該当するもので、菊花紋章が未だ健在であることや、旗竿の隣に支柱が存在していたことが新たに確認されております。次の画像は赤城右舷にある舷外通路と考えられます。赤城は戦艦から三段空母へ、そして近代的な空母へと度重なる改装を受けており、その複雑な艦容が現れた箇所になっています。次の画像はかなり破損していますが、これは赤城の艦橋部分に該当するものです。赤城の艦橋は巨大な船体に比べると大変小さなものでしたが、これは当時の日本空母としては標準的なデザインで、加賀や総流でも多くの共通点を見出すことができます。赤城の艦橋の設置時期は加賀よりも遅く、総流よりも遅かった可能性があるため、旗艦を務めるために都合が良い設備が存在しているのかもしれません。また、開戦後の赤城の艦橋の周囲にはマントレットが取り付けられていましたが、これは寝具であるハンモックを丸めたもので、防弾効果というよりは、被弾時や試金弾を受けた際の破片などを防ぐ効果を狙ったものでした。次の写真は赤城の 25mm 機銃ですが、しっかりと原型を維持していることが明らかとなりました。ただ、よく見ると照準器の形状が少し変わっていることがわかります。これはルプリエール照準器というもので、赤城にはルプリエール照準器と電力駆動式の 25mm 機銃が搭載されていました。ルプリエール照準器は複雑な機構が特徴の照準器でしたが、赤城の周辺には機銃射撃式装置があるため、基本的に機銃の動作や照準については射撃式装置を用いて遠隔操作されたと考えられます。このような運用方法や生産性の都合により、ルプリエール照準器は徐々に姿を消してゆき、戦艦大和など戦時中に機銃を増設した艦は、より簡易的な楕円形の小紋のついたタイプのものが一般的となっていきました。また艦橋の隣にある構造物は、赤城の広角砲です。赤城の広角砲は、10年式12センチ広角砲と呼ばれるものですが、これは大正時代に採用された広角砲で、日本の空母の中では最も旧式の装備でした。当時の写真にはロープのようなものが飛行甲板から垂れ下がっていることが確認できますが、これは断片防御用ロープで、用途としてはマントレットに近く、破片などから砲や乗員を守る効果が期待されていました。また海底調査では右舷の広角砲の映像も収められていますが、この広角砲は左舷とは仕様が異なっており、右舷側の広角砲にはシールドが装備されていました。調査映像のものにはシールドがありませんでしたが、これは沈没時の衝撃や経年劣化によって欠落してしまったと考えられます。このシールドは防弾用というよりは、赤城の煙突からの排煙から乗員を保護するためのものでした。赤城の煙突は当時、画期的と考えられていた海水シャワー方式による排煙方法が取られていましたが、それでもこのような設備を必要としたのです。次の写真は赤城の右舷中央部付近にある主砲射撃指揮所です。赤城には三段空母時代の名残として20地砲が6門搭載されており、この場所で主砲の制御を行っていました。赤城は空母としては比較的低速であったため、敵の巡洋艦からの追撃を受ける可能性を考慮して巡洋艦クラスの主砲が搭載されるに至ったのです。これも航空母艦黎明期の名残と言えますね。艦尾方向から見た赤城は三段空母時代の飛行甲板を残しながら、その上に新たに飛行甲板を増設しているという違法建築疑惑のある艦容が特徴で、非常に複雑な構造体を形成しています。この画像は赤城の艦尾のものですが、
白い四角い形状のものが確認されています。この位置には本来艦の名前がひらがなで記された行動板、真鍮板が取り付けられていましたが、戦争が始まると多くの場合グレーで塗りつぶされていたと考えられていました。しかし海底調査の赤城では艦名を記した真鍮板はなく、白色の塗料で塗りつぶされているかのようにも見えます。艦名を記した行動板が経年劣化によって剥がれてしまったのか、それとも白色で塗りつぶされていたのか、むしろ謎が増えてしまった箇所と言えるかもしれません。また赤城の艦尾にはフェアリーダーや大型キャプスタンの存在も画像で確認されることになりましたが、新たな発見としては艦尾の最後部にあるフェアリーダーで、この形状は非常に独特で、ボーライグ用フェアリーダーに似たローラー状のものが設置されているのが分かりました。ボーライグの本体はパラベーンとも呼ばれた対機雷装備で、赤城には艦の前方に左右両舷に搭載されています。基本的にはボーライグ用フェアリーダーは艦首付近に設置する必要があり、赤城も艦首付近に存在していることが明らかになっています。赤城の艦尾フェアリーダーは確かに形状的には似ている部分もあるものの、これがボーライグ用かどうかはっきりとしたことは分かっておりません。以上が海底調査の結果を反映した赤城の姿となりますが、今後また新しい発見があるかもしれませんね。はい、ということで今回は赤城のモデルがリニューアルできましたので、こういった動画を作ってみました。2週間かかりましたね。ちょっとね、更新頻度が落ちてしまっておりますけども、それでは最後は赤城のお尻の動画でお別れとなります。それでは次の動画でお会いいたしましょう。